どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青木と言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。幾度目かに及ぶ山ごもり。清澄山にこもること18ヶ月。その結果、鍛え上げられた体で世界中のあらゆる格闘技者を打ち倒し、ついには3頭の牛殺し、47頭の角折り、熊、ゴリラに至るまで挑戦したという直接打撃性格闘技の祖である極真空手の創始者大山正達。そんな彼が自らの空手道修行の道程で忘れることができない相手がいると語っています。それこそが本人曰く中国拳法の大家、香港の陳さんとの立ち会い及び1週間の指導であると言います。この名前、その大山正達をモデルにした漫画である空手バカ一代をお読みの方にはよくご存知のことでしょう。漫画の中ではヨーロッパに空手の目を巻き、ロンドンで世界中で大ヒットすることになる空手入門書 What is 空手の出版が決まり、意気健康としていたところ、東洋の真珠と言われる国際都市香港に立ち寄り、そこで現在の中国拳法家では最高と言われる達人陳さんに会ってから帰ろうと思いついたところ、漫画の中ではその大山正達曰くちっぽけな老人という表現の仕方をされている。陳本人もあまりしぼんだじじいという言い回しをしているようでしたが、行って手合わせしたところ、その底知れぬ静けさ、前の見切り、交差法を極限にまで完成したものにより破れ、教えによりさらなる部の開眼をするという内容となっています。大山正達が初めて東南アジアを旅行したのは1957年のことといい、その帰途で香港に立ち寄り、拳法家、特に中国からやってきた達人たちを訪ね歩き、拳法書を出版している版元や街できっかけをつけた人々の意見を手繰って歩いた末に浮かんできたというのが陳だったと言います。とにかく噂が強い、相手を簡単に倒した話ばかり。何より信用する気になったのが、どんな挑戦者が訪れても対戦を断ったことはないというその点だったという話。本物だ。それまでに何人かの中国拳法家というのにぶつかり、その噂にうんざりしていたという大山正達がようやくに掴んだ本当の拳法家と捉え、挑戦しようと決め、香港島の山手の住宅館に向かい、挨拶すると丁重に室内に案内され、開講を果たしたといいます。白髪の老人、年齢は60をいくつか越したくらい。しかしその要望は漫画で描かれているものとは若干異なり、身長170センチ、体重60キロ程度と見積もっていたという。大山正達の方は本人曰く身長175センチ、体重72キロであったということ。正直極端には見劣りするものではないようにも思われ、実際に東洋の武道家としてはがっしりしたタイプ、いかにも腕っぷしの強そうな感じと評しており、肝心独特の眼科の深い底知れぬ感じの風貌、年齢に比べて締まった体の動きという表情という並々ならぬ武道の修練がそこから感じ取れる。多くの中国拳法家と試合をしたが、このような雰囲気を味わったことはそれまでなかったとも語っています。自己紹介もそこそこにすぐに立ち会いという流れになったという。陳が片足を踏み出し、両の手刀を上げて非常に小さく構え、視線、
全く読めないほど動かず、そこに大山抹殺は前を詰めていきました。じりじりとにじり寄って、動かないその様子にまるで道場の空気に溶け込んだような、その存在が消えてしまったような錯覚すら覚えながら、まずは探りの右中段回し、引いて避けられ追撃の左、今度は受けて流され、その瞬間大山抹殺はつんのめるように大きく回転して、その場から離脱していたといいます。体勢の崩れたその瞬間を狙って、陳が右の拳をスルッと伸ばしてくるのが分かった彼、急いで立ち、しかし全員その時には陳は目の前、顔面に伸びていく螺旋を飛び抜いて外し、左の蹴りをモルト受けで跳ねのけると同時に、陳は1メートルほど飛び伝っていたといいます。大山抹殺はできるとした思い、その飛びのく瞬間、大山抹殺は左の膝切り、右股拳を狙っていたからでした。再び西流、右足掛け下段。しかしそれは陳がその足を浮かせたことによる空を切り、それがそのまま右脇腹に伸びてくる。気づきは音を立てているのは自分だけで、陳は滑るようにそばにいる。ほとんど仕掛けてこず、力を抜いてスイッと立っていた。それが逆に大山抹殺に焦りをもたらす。陳が狙っているのは現代でいうカウンターである、返し技であり、さばきであり、崩しであることを理解していたからでした。大山抹殺は蹴りを見せ技に突進し、さばかれると同時に右正拳中段突き、その拳が包み込まれるように左の小で受けられ、抑えられ、残った右の裏拳が大山抹殺の顔面めがけて跳ね上げられ、危うく左の小手で受け、しかし右へよろめき、いっそままよと転倒して跳ね起き、前を詰めてくる陳に向かって飛び蹴りを放つ。陳の主導がこう描き、大山抹殺はそれを避けるように体を回転させながら左の蹴りを出さず、そのまま着地。狙っていたのは飛び二段蹴りでしたが、それを中断したのは陳に対する尊敬のあまりだったといいます。当てれば勝ちになっていたかもしれませんが、奇襲戦法でそれを拾っても何もならないし、大山抹殺自身共に技術の差を認めていたという話です。陳の方もと声を立て、その経緯を直感し、近づくことはせず、2歩ほど後退して間を空けました。1時間、せめては返されて飛び抜きを繰り返し、これが真剣の決戦ならば、打たせておいて打ち返すという方法を取らざるを得なかっただろうという結論に至り、客前へ戻った大山抹殺、あなたの技の柔軟さ、攻めと受けのつながりに驚きました。乾杯でしたと礼を述べ、いやいや、実際に戦いはきっとあなたの勝ちでしょう。スピードもパワーも大したものだ。それに私は危うく蹴り倒されていたはずです。あれは奇襲戦法です。基礎的な技では遠く実力が及ばないのを感じましたと双方認め合う。戦争でチームは名以外の家族を失ったこと、大山抹殺は同世代の仲間を失ったことなど語り、戦争の悲惨さを改めて痛感し、評判し、点を中心にして円を描くという中国憲法の極意を授かり、2、3の方、組手の手ほどきを受けたといいます。陳は12歳の時に修行を始め、3年間は兄弟子たちの練習の見取り稽古、それから3年間歩き方、足の運び方を学び、2、3の方と手の握り方を習い、組手の練習に入ったのが実に6年目だと言います。死は内科圏の流れだと言いますが、流派にこだわりはなく、
10年はみっちり修行しなければ憲法を学んだなどとはいけないはずです。いや、さらに30年修行しなければこの道を極めたとは言えません。この辺りが後に大山抹殺が掲げる千日をもって初心とし万日をもって極めとすにつながるところがあるのかもしれません。その主張は板10枚。実際のところ大会の試しありでも主刀で10枚を割ったということは規格の違いなどもあるかもしれませんが、ほとんど聞いた音がなく、それも通常のような派手に打ち砕くわけではなく、スッと下ろすだけでほとんど音も立てずそっくりな大釜に任せたぐらぐらと煮えたぎるように5秒間も抜き手を差しやや赤くこそなっているが全く問題なしという神業を見せつけ、あの大山摩擦をして驚愕させたといいます。まさしく武の根幹に到達し、国内外を見回してもほとんど見られないレベルの大山摩擦との対等な打ち合いを演じ、その空手の完成に大いなる影響を与えた歴史的な武道家武術家と言えるでしょう。私はこれからも引き続き伝説的な武道家武術家、それを皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。